どうもこんにちは、タツです。ということで、今回はですね、この前、こちらのショート2本あげたんですけども、はい、無限城をね、簡単に再現したものなんですけど、こちらのコメントに、作り方教えてほしいというコメントが来てたので、解説しようと思うんですけど、この前というか1年ぐらい前かな、ヒカキンさんの豪邸を解説したんですけど、ものすごい下手、ほんと。コメントでもね、いただいたんですよ。下手すぎてね。本当に申し訳ないんですけど、それは。なので今回は、しっかり丁寧に解説していこうと思います。はい、ということで、作っていくんですが、はい、必須なものをね、言っていきたいと思います。はい、まずコマンドを打つんですが、はい、そのコマンドがですね、スラッシュ、ギブ、アット S、ストラクチャー、ブロックと。はい、このコマンドを打つと、はい、こんな感じで、こういったブロックが入手できます。このブロックは、調べていただければ、わかるんですけど、こういう木があります。で、これの、はい、こういう角に置いて、線が出てますよね。この範囲内をコピーしますよっていうことなので、これ右クリックして開くとこんな感じで、右側にこういうものが出ます。で、ここの左で X 座標、Y 座標、Z 座標って感じでね、いろいろ変えられるので、ここを15にしたり、で、これね、木が全部入りきってないんで、こうなんか、ちょっと大きくしたりね。はい。これで見てみると、はい、この線の中に木がすっぽり入ってると思われます。で、これで保存にして、木で保存するんですよ。名前は何でもいいんですけど、これを適当なところに置いて、ロードを選択して、また木と打って、はい、このロードを押すと、丸々同じものがコピーできると。なかなか便利なアイテムなんです。ほとんどこれをね、使うので、用意しといてください。そしてここからは必須ではないんですけど、あった方がいいよねっていうのを紹介します。で、まずこの平坦なワールドじゃないやつ、なんていうの、オープンワールドみたいな。それでやると、かなりやりやすいかなと思います。理由はね、後で言うんですが、はい、とりあえず平坦な世界でやってしまうとちょっと、やりづらいのかなと思います。はい、で、次に必要なのが、はい、これ、バイオーム。松のバイオームかな。これは何でかと言いますと、これも偏見なんだけど、鬼滅の刃って、なんか寒いところっぽいじゃん。なんか、雪が降ってそうなところのイメージがあるので、松のバイオームが最適かなと思います。で、そしてもう一つ、はい。この上に見える雲。これは、消しましょう。はい。設定から雲を表示するをオフにして雲を消しましょうということで作っていくんですが、まずなんで平坦な世界じゃダメかと言いますと、今からこの自然に生成されたこの地形をコピーしたいんですよ。平坦な世界でやってしまうと、コピーするね地形がないので一から作るっていう形になっちゃうんですよ。だから建築ね、あんま苦手な方とかは難しいと思うのでコピーした方がね楽なので、平坦なワールドではやんない方がいいかなと思ったわけです。はい、ということで、コピーしていきます。どこがいいのかなって話なんだけど、平坦なとこだよね。多少は山があってもいいんだけど、山というか丘かな。じゃあここにしましょうか。この辺をコピーします。で、コピーするときはなるべく深くいきます。なるべくというか4、5マス深くやるといいかなと。で、まず保存を選択して、64。64×64。で、高さが、15でいいかな。その地形にもよるんですけど、ちょっともうちょい深い場所の方がいいかな、これ。さっきね、この辺に大穴が開いてたんで、ちょっと深くしたんですけど、最高で20かな、高さは。それ以上上げると、落下する時間がね、短くなっちゃうんで、あんま変わんないかな、でも。でも、20ブロック以下の方がいいかな。で、これで、地形で保存します。はい、で、今ここ掘ったんですけど、ここから、ダークオークの板材。これを最高高度まで伸ばしていきます。はい、来た。はい。で、最高高度が320ということで、さっきね、20で設定したと思います。なので、はい。300に置きたいところなんですけど、これ実は1個下に、ほら、わかるこれ。
ストラクチャーブロックの1個下にブロックがあるんですよ。ていうか範囲がね。なので、もう1個上、この301に置きます。で、ここで地形、ロードを選択して地形って打つと、はい、こんな感じで、綺麗に地形がコピーできたと思います。ちょっと今回デコボコなんだけど、まあいい感じにすればいいかな。この辺から落ちるとかね。はい。まあ穴は、まあ最後に作るかな。その方がいいかなと思うので、まあでも、目印として開けときましょうか。穴を1個。はい、ということで今、こんな感じで地形がコピーできたので、一度下に降ります。はい。で、次は、何もない空間を作ります。まあ、この柱の横に置いてやればいいかなと思います。で、さっきと同様 64×64 にして、で、高さができるだけ高い方がいいです。まあ、180ぐらいかな。はい、こんな感じで何もないです。で、これを削除と保存します。で、今度はさっき上に行ったんですけど、下に行きます。この真下、柱の真下ね。で、そしたら最低高度の1個上、まあ、さっきも言ったように1個下にね範囲ができてるので、それに合わせるようにしてください。で、これをまた削除でロードすると、はい、こんな感じ。全部消えます。で、こういうマグマは、まあ、別に消さなくても後で消せるのでほっといて大丈夫です。はい。で、ここで暗視をつけるコマンドを打ちたいと思います。まずスラッシュエフェクト@s ナイトビジョンで、99999ってやると、はい、左上に出てるように暗視を99,999秒与えましたという表示が出ます。はい、これでね、暗視がついたので作業がしやすくなったと。で、そしたら次はこの柱を一番下まで伸ばします。はい、来ました。そしたら、この横を掘って、裏に入ります。で、今度はこれをコピーします。この柱を 1×1× 999で打てば最高高度になるので、はい、ただ、これだとね、ちょっと見えるかな、上に土がついてるんですよ。なので、20ブロック引いて364にしてやると、このちょうどダークオークだけがコピーできます。で、これを壁で保存します。で、今度はその隣に壁をロード。はい。で、そしたら、今コピーしたのは壊して、ダークオークにします。で、今度はこれを2に伸ばします。こうだね。横幅を2に伸ばす。で、そしたらまたここに置いて、壁をロード。はい。こんな感じで、もう勘のいい方ならね、お気づきかと思います。これをどんどん倍にしていくという感じです。はい、こんな感じで、こっちの壁まで行けましたと。で、これができたら、最後にこの元となるやつを63で保存します。はい、そうするとこんな感じで1マスコピーされない状態になってます。で、そしたらここに置いて壁とやるんですけど、このままやるとね、こっち方向、なんだ、X 方向にできちゃうんです、壁が。なのでこの下の方行って回転、これを90度にします。90度回転させると、この線がねこっち向きになると思うので、これでロードします。そうすると、はい、こっち向きに置けるようになります。で、このこっち側も同様に、はい、こんな感じで全方向囲めましたと。これができたら今度は黒色のコンクリート、これで、ここを敷き詰めていきます。なんですが、普通に置いたらねすごい時間かかっちゃうんで、これもコピーして、で高さは2にして、62だね。はい、壁の分が引かれるので62にして、まずは 1×62 にします。で、適当に床で保存して、でどんどんこれやっていきます。
はい、ちょっと今バカすぎることをしましたね。はい、32×32 で置いちゃうと、壁貫通するんで気をつけてください。ここ30、31でコピーして、で、ここに置いた方がいいです。これ壁貫通しちゃうんで気をつけてください。はい、ということで床が置けたので、これ最後60、62で保存して上行きます。で、これ上行くとき、エリトラつけてこうやってやるとめっちゃ早いんでおすすめです。そしたら、ここに置いて床、これをロードします。はい、そうするとこんな感じで黒の天井ができます。さっき仮で作った穴、はい、こっから下見ると、はい、こんな感じで、全方向囲めてる、箱ができましたと。で、こういうところは土を置いてあげてください。気になる方は置いていただいて、はい、そしたら次はいよいよ無限城を作っていきます。